山田しおり枕研究所の山田は不覚にも高いところから落ちまして、なんと左の肋骨骨折をしました。レントゲンでピッて折れてるっていうのを確認し、やってしまったっていう感じなんですけれども、自分ですね、日々、患者様の肋骨骨折を治療していますので、ある意味治療は何でもできます。こんな風にですね、コルセットを巻いたり、この下には、テーピングをしてるんですけど、なんといってもまだ3日ですので結構まだ痛いです。何が痛いって、くしゃみ、咳、笑うと響きます。なんで抑えていく。で、せっかく骨折したわけですから、これをネタにですね、何本か肋骨骨折について YouTube 撮っていきたいと思います。まず、夜のですね、23時半ぐらいに肋骨したんですよ。壁をですね拭いてました。高い壁を拭いていて転落し落っこちました。床にバーンと叩きつけられた瞬間に、何が起こったんだろうって思いながら、何番が折れたんだろうと自分で触ってみると、この辺だなということが分かり、そこを押さえて寝ました。寝るときはもちろん自分の高さのあった枕で寝ますから楽ちんだったんですけど、朝起きた時ですね、受傷から約8時間ぐらい経ってた時なんですけど、せっかく肋骨骨折したから枕の違いによってどれほどあばらが痛いのかどうか実験してみようって思ったんですね。で、その時のビデオ、生ビデオもありますのでお見せしますが、ちょっとここで再現してみたいと思います。お願いします。じゃあまずですね、このね、寝る時が痛いんですよね。寝る時皆さんね、肋骨骨折した方は、痛い側を下にして寝ていきましょう。その時左肋骨骨折してますから左手をしっかりつくこと、そしてここが曲がらないように体幹をまっすぐ直線上に横向きに寝ながら足をだんだん上げて、この直線を崩さないようにして寝ることが大事なんですね。そしてここでちょっとずつ低くなっていって、そして頭を枕に置きます。で、そこから上を向く時も絶対足が先に行くとか体が先に行くとかひねると胸筋、胸の筋肉引っ張られて痛いので、必ず足と上半身が一緒に動くようにしていくと痛くないんですね。ではここでちょっと力を抜きます。でね、大事なことなんですけどね、深呼吸するときに絶対胸で深呼吸しちゃダメです。お腹を膨らませてお腹に空気を入れていくっていう形で寝返りをしてください。呼吸をしてください。ずらすと必ず自分で持ってこうやって動きます。じゃあ見ててくださいね。枕の高さがちゃんと合ってる時ですよ。胸を、いつもこういう風にクロスしますけど、今あばらが折れたばっかなんで手を肋骨に当てます。で、反対の手で押さえて必ずこの胸が動かないようにします。ではここから寝返り打ちます。足と肩が一緒に動きます。見てください。寝返りがこんな風に折れててもちゃんとできてますよね。左右ちゃんと寝返り打てるじゃないですか。患者様よくですね、昨日はもう骨折して夜は眠れなかったって言うんですけど、それは寝てる時の枕の高さが合ってないからなんですね。ではいいですか。この寝返り、枕の高さが合ってればできるんだけど、ちょっと枕外してもらえますか。枕がねなくなるとですね、頭が下がるので、ちょっとここの角度が変わるので痛くなるんですね。ちょっと一呼吸。そしたらちょっと寝返りをしてみます。右はですね、なんとか行くんですね。でね、このね、戻る時がめちゃくちゃ痛いんですよ。
戻る時どうしても痛かった床を押すっていう感じですね。はい、で今度こっち行きますね。これもねやっぱりね枕ないとですね体の軸が取れないので本当に痛いですね。そして何より痛いのがこの戻りなんですね。戻る時がですね筋肉が使うので痛いということで、こんな風に寝返りをします。はい、では次では凹凸の枕に行ってみます。真ん中頭が下がっている状態から横向きのちょっと小高いところに登るという動作です。まずは、肋骨骨折してない右に行きます。もうこの状態で山を登ろうとするので非常にここに力が入るんですけどあばらが痛いと。でですね横向いた時に頭がグラグラすると全部このあばらに響くんですねはい、でここから戻ります。戻るときはちょっと高さが高い枕から坂を転がり落ちるようになるので戻るときのがちょっと楽です。はい、では今度折れてる左側に横向きます。ここですね、このひねりの時足が先に行って体が追っかけるのであばらをひねる、この時が痛い。で枕が低いと胸郭胸が潰れるので横向いた時に高さの合ってる枕と違って圧迫されて痛い。そして戻る時にこの体をひねるとあばらが痛い。で頭が落ち着かないので体をちょっと横にずらさないと真ん中に戻れないということになります。皆さん枕の違い分かりましたか？非常に痛い肋骨に、影響をすごくしてしまうので肋骨骨折をしたその日から枕の高さを整えるっていうことはぜひやってください。はい、で起き上がりはですね、とにかくめちゃくちゃ痛いんですけどまず、この状態で押さえたまんま一旦横を向きます。この時に肩と骨盤が同時に動くようにしないとめちゃくちゃ痛いので、ダメだ、これちょっと変えます、ね、この横を向く時にとてもじゃないけどこれでは横向けないのでちょっといや本当にこれ違うんですよ。支えがね全然違う、力が抜けるんです。自分の体の高さ硬いとやっぱり硬いってことが大事です。はい、そしたらここから脇腹持ったまんまこんなに横向きやすいんですよ。驚きでしょ。役作りしてませんからねはいそれで完全に横向いたら手をですねこっちは押さえてなきゃいけないから、この場合はちょっと肘を張ってもらってで肘をグーって起こしながら体幹をまっすぐしたまんまあばらを押さえたまんま、起きてくるということをする。ここがですね曲がっちゃダメですね。まっすぐのまんま起き上がるということをやってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。